購入ステーションっていいですよね。ウォーゾーンでもあった。これ簡易的に何か作れないかな。ポータルにバトロワってないから自分で作っちゃえということで始めました。100時間後にバトロワっぽいゲームを作る人です。42時間目。今回は購入ステーションを作成していきたいと思いつきで始めてみました。購入ステーションではいろんな物資を選んでお金で購入するシステムですが、このポータルではその部分は省略してもっと簡易的なものにしようと思います。まず購入ステーションのオブジェクトを準備します。ポータルでオブジェクトとして扱える有能なものはエムコムです。このエムコムを利用して購入ステーションの見た目と動作の役割として使用します。エムコムとは爆弾の設置と解除のゲームモードであるラッシュで使用しますが、今回はその爆弾の設置を購入動作にしてみようと思います。流れを説明すると、特定の位置にエムコムを設置、エムコムに爆弾を設置、特定の武器が手に入るという流れです。それではエムコムの設定をします。エムコムの使用は合計で8個使用できる、どこにでも設置できる、一度爆破させると二度と復活しない、 AI も爆破設置に向かう以上に気をつけてロジックを組みます。ということでできました。ダイスさん、オブジェクトをもっと使わせてくれです。エムコムの設定方法の解説にもなりますので、興味のある方は一時停止などで確認してね。まず使用するエムコムを有効化します。次に所有するチーム ID を決めます。そのエムコムが出現する場所を決めて爆破されるまでの時間を設定します。次にそのエムコムを爆破しないようにロジックを組みます。先ほど言ったようにエムコムは爆破すると二度と出現できなくなります。もしかしたら再度出現可能にする方法があるかもしれませんので、知っている人がいたらコメントで教えてね。爆破させないために組むロジックはプレイヤーを中心に組むことはほぼできません。ですからエムコムの状態とプレイヤーの状態を合わせてロジックを組みました。まずエムコムが爆弾を設置されかけているとき、変数 A に 0.1 を加算します。そしてその変数が合計 1.8 になったとき、変数 A を0にしてエムコムを消します。別の変数 B にエムコムの状態として数値を振り、すぐに0に戻しエムコムを出現させます。そしてエムコムへ爆弾を設置中ではないときと変数 A の合計が 1.8 を超えたとき、この繰り返しをやめて変数 A を0にします。要するに爆弾を設置するには2秒から3秒間長押しをしますよね。その時間を超えると爆弾が設置されてしまい、爆破されて二度と出現ができなくなります。爆弾を設置される少し前にエムコムを隠しなかったことにして再度出現させるというロジックです。これで何度でもエムコムが出現可能なのと、プレイヤーが購入ステーションにアクセスするということが可能になります。そしてここはまだテスト段階ですが、プレイヤーに特定のアイテムを付与するというロジック。先ほど一瞬だけ変数 B に数値を入れたと思いますが、その一瞬の変数 B が1の時に特定の場所にいるプレイヤーに特定のアイテムを付与するというロジックです。今回はスペシャリストごとに専用ガジェットを付与しました。おまけでワールドログにメッセージを表示しました。それでは実際にテストプレイをしてみます。うまくいきました。これでエムコムをいろんな場所へ設置してアイテム購入ステーションとして使えますね。あとは購入するにはスコアをお金として使うようにするロジックと、付与するアイテムや内容をどうすれば面白いかというところですね。特定の武器を付与するかガチャステーションにするというのも面白いかもしれませんね。エムコムに対してはまだまだ問題があります。AI が干渉してしまうこと、マップ表示されてしまうこと、アイコンとして画面上に居座ること、問題は山積みです。今の環境でプレイしたらイメージとしてはこんな感じです。
回はというよりモチベがなくて存続の危機